はい、今日の株はこちら、浜松フォトニクスです。株主として現地を確かめに行ってきます。はい、浜松駅に着きました。北口には家康くんがお出迎えです。ちょっと天気が微妙ですが、そして浜松といえばアクトタワーですね。浜松に着いたらまずは神頼みからってことで、浜松の総鎮守としてこの町を長く見守ってきた五社神社、諏訪神社を皆様の株が上がるように神頼みしてこようと思います。浜松駅からは徒歩15分くらいです。で、到着しました。もともとは別々の神社でしたが、明治時代に合体して今の形になったみたいです。五社神社、諏訪神社が一つの場所にあるので一石二鳥です。徳川家康もここを大事にしていたと言われていて、浜松城の肝を守るいわば風水的に大事な役割のある場所だったとか。手水屋はこんな感じです。まずは手を清めてから行きます。境内に入ってまず目を引くのがこの巨大な狛犬。高さ2メートルを超える静岡でも最大級のスケールです。強力な守り神として浜松の町を見守ってくれています。運行はこんな感じ。作業も迫力満点です。ブル相場を連想させてくれます。この五社神社の始まりは奈良時代で、なんと1300年前です。その後江戸時代には徳川家康が浜松城の肝を守る神社として信仰しました。そして明治時代に諏訪神社と合併して今の浜松の総鎮守という形になったそうです。いわば神社界の M&A ってとこですかね。では一旦浜松駅に戻って浜松城へ向かいます。餃子屋さんです。そしてうなぎ屋さんです。浜松の繁華街近くを歩いております。で、ちょっと見にくいのですが、ジュビロ磐田のフラッグがたくさんあって、何気にここからヤマハスタジアムまで徒歩3時間10分と書かれておりました。そしてもちろん餃子屋さん。さらに餃子屋さん。ここは入ってみたい感じのお店ですが、また次回ですかね。はい、浜松駅に一旦戻りました。アクトタワーがあるので浜松のどこにいても駅には戻れそうです。では今から浜松城へ向かいます。徒歩で約22分みたいです。はい、やってきました。浜松城、出世城とも呼ばれ、若き徳川家康が17年間を過ごした場所です。この浜松時代の経験が後の天下統一につながっていきました。車の場合は駐車場は90分無料です。
そして僕は駅から歩きなので、汗だくです。これから天守へ向かいますが、こんなところにもスタバはあります。でテクテクと坂道を登っていき、しばらく歩きますと、やっと見えてきました。で天守に入る前に迎えてくれるのが若き日の家康公の銅像です。まだ顔つきはあどけなさが残っていますが、この青年が後に天下を取るわけですから、いわば天馬川候補のグロース株といったところでしょうか。浜松城といえばこの石垣、野面積みと呼ばれる自然石をそのまま積み上げる工法で築かれています。ゴツゴツしていて一見ラフに見えますが、400年以上崩れずに残っているのはすごいですね。株で言うなら長期保有型のディフェンシブ株のようです。で城門はこんな感じで結構重厚な作りです。では入場料200円を払って中に入っていきます。内部はコンパクトながら当時の戦国の雰囲気を感じさせてくれます。ここで若き家康は多くを学んで耐え忍び、後の天下統一への基盤を築いていきました。浜松城といえば徳川家康が人生最大の損切りを食らったと言われる三方ヶ原の戦いがあります。1572年戦国最強の武田信玄に挑んだ家康は大敗しました。株で言えば全力信用買いでストップ安を食らったようなもんですね。天守からの眺めは、実はそれほど絶景というわけではありません。とはいえアクトタワーが見えるので、迷子になったらあれを目印に浜松駅に戻ります。まさに浜松のブーヨアップみたいな存在ですね。さてここで少し歴史を株主目線で見ていきましょう。まずは織田信長。スローガンは天下布武。革新と武力で一気に天下を狙った男です。株で言えばソフトバンクグループでしょうか。
派手な投資で未来をつかみに行くイケイケのベンチャーマインドで、大勝ちもあれば大きなリスクも背負う、その豪快さが信長そのものです。続いて豊臣秀吉は例えるなら山口県の田舎からスタートして、後に日本統一、そして世界に進出。実は緻密な計算と行動力でのし上がった、まさに庶民出身から世界ブランドになったユニクロのような成長株です。さらに寒い日に信長の草履を懐で温めて差し出した、そんな逸話も残るのが秀吉。そう考えるとこれはもうヒートテックの原点だったのかもしれませんね。そして徳川家康、ここ浜松で耐え忍び力を蓄え、最後に天下を手にした人物です。株で言えばトヨタ自動車ですね。信長はベンチャー株、秀吉は成長株、家康は安定大型株って感じですかね。で、天守を出てすぐのところにあるのが家康公の住居跡。実際に生活していたのはこちらで、戦の時だけ天守にこもっていたんです。そしてそのすぐそばにあるのが、こちら浜松東照宮。東照宮というのは徳川家康を神として祀る神社で、最も有名なのは日光ですが、全国に数多く存在します。では中へ入っていきます。境内はシンプルですが、参拝する人は結構多かったです。で、境内右側にあるのが家康像と秀吉像です。2人が並んでいる姿はまるで安定株トヨタと成長株ユニクロ、まさに日本を代表する存在が肩を並べているようなものです。浜松に来たらこの東照宮もぜひ立ち寄ってみてください。浜松城からも見えていたヤマハ本社、楽器のヤマハですね。ついでにこれから向かってみようと思います。場所は遠州鉄道八幡駅を降りてすぐなんですが、僕は浜松城から歩きなので、逆から歩いて行っています。いや、めちゃめちゃ広い敷地です。さすが世界最大の楽器メーカーですね。ヤマハは1887年、創業者のヤマハトラックスが壊れたオルガンを修理したのをきっかけに、国産オルガンを作り始めたのがヤマハの始まりです。ここから日本の楽器産業は本格的に動き出しました。こちらが八幡駅になります。八幡駅を出てすぐがヤマハの本社です。さらにこの本社はもう一つの親としての顔を持っています。1955年バイク部門が独立して誕生したのが
7272ヤマハ発動機となります。初号機の赤とんぼが富士登山レースでデビュー戦優勝を果たし、一気に名を挙げました。そしてヤマハからは独立して新しい会社を起こした人たちも出てきています。1927年には河合楽器、そして1972年にはローランドがいずれもヤマハ出身者によるスピンオフ企業となります。つまりこの浜松の地は楽器メーカーのヤマハを本家としながら発動機や河合楽器、ローランドまで派生した音楽と技術の震源地。まさに浜松は楽器の街を名乗るにふさわしい場所なんです。さらについでに河合楽器本社も見てみましょう。浜松駅の南口、新幹線側から歩いておよそ10分。本社へと続くこの通りの名前はそのまま河合楽器通り。外観は正直ちょっと地味ですが、ここから世界に誇る河合ブランドが生まれています。特にピアノはヤマハと並んで世界的に高い評価を受けていて、音色の柔らかさは可愛らしさとして有名です。ではまた浜松駅に戻って、本題の浜松フォトニクス本社へと行きましょうか。はい、浜松駅に戻ってきました。新幹線側ですね、南口です。ここから本題の浜松フォトニクスの、本社へ行ってみましょう。本社といっても事務機能があるというだけです。場所は駅南口、日本生命のビル5階から7階にあります。外観はオフィスビルの一角なんですが、中身は世界レベルです。浜松フォトニクスは、ペット検査の医療機器、ペットといってもがん検査ですねの医療機器や空港の手荷物検査、さらには宇宙物理学のセルンや NASA の探査機にまで光センサーを供給しています。世界規模どころか宇宙規模で活躍する浜松の企業なんです。そして浜松中心部から少し離れた浜北には、大規模な工場があります。今回は車からの撮影ですが、敷地が広すぎて気づいたらあれまだ工場ってレベルです。この北浜工場では研究開発から生産まで一体で行っていて、ここから世界中に最新の光センサーが送り出されています。この光を捉える技術って、文系の僕には正直ちょっと難しいんですが、株主的に言えばよくわからないけど世界で必須っていうのが一番安心なんですよね。医療から宇宙まで支える浜松フォトニクス、まさに浜松が誇るグローバル企業の底力を感じさせてくれます。工場群はとにかくでかいです。
でお腹が空いたので、浜松といえば餃子ってことで、浜松ホトニクス本社近くのむつぎくさんに来たのですが、残念ながら本日休業でした。で他にも、餃子のお店や、うなぎのお店とかいろいろあったのですが、とりあえず、先ほど行列ができていた石松餃子さんへ行こうと思います。はい、やってきました。浜松餃子といえば有名店石松餃子。駅中の店舗は、常に行列です。僕も並んでようやく入りました。さすが人気店。注文してからちょっと待ちますが、それだけ焼きたてにこだわっているということですかね。出てきたのは、名物浜松餃子の盛り合わせ。パリッとした皮に野菜の甘みがじゅわっと広がります。肉のうまみもしっかり感じられて、ビールとの相性も抜群。焼き焼きという野菜餃子5個と肉餃子5個の単品とビールを頼みました。これぞ浜松餃子という味わいでしたね。はい、ごちそうさまでした。その後は浜松の夜の様子を少し散策しています。映像での見た目よりも人は結構出ています。その後は友人と合流して、浜松旅第1弾は終了です。では実際の株の購入画面をどうぞ。はい、本日9月8日月曜日、浜松ホトニクスがようやく反転し始めたので、買っていこうと思います。ちょっともう上を買っていきます。はい、1572円で購入しました。